どうも、おりです。今回は包丁のレビュー動画です。実際どんな包丁をレビューするかというと、こちら、種子島包丁、種包丁と言われるものですね。この種包丁というのは、種子島の鍛冶技術が生んだ伝統工芸品でして、僕も初めて使ったんですけど、とにかくその切れ味にびっくりしたので、今回はその種子島包丁、種包丁とは一体何なのか、そしてその切れ味というのもお伝えしていこうと思います。では早速、種包丁とはということで、こちらの商品のパッケージの裏に由来が書いてあったので、読ませていただきます。由来、種バサミは、包丁ではなくて、ハサミから来てるんですよ。で、種バサミは天文12年、ポルトガル人が我が国に初めて鉄砲を伝えた際に動線していた中国のハサミ鍛冶によって伝えられました。我が国最初の支点式のハサミであり、使い勝手の良さや切れ味は折り紙付きです。種子島は砂鉄の宝庫で昔から刀剣類や武具が製作されてきました。種包丁もまた刀鍛冶、鉄砲鍛冶の余業として作られ、その技術を今に受け継いでいます。はい、ということで、もともとその中国人がそのハサミを伝えて、でそのハサミを元に作られたのが種バサミで、それを作ってた職人たちの余業として作られたのがその包丁ですね。この種バサミすごく興味深かったのが、なんかね、その切るたびにどんどん尖れて、どんどん磨かれて尖れて、どんどん切れ味が良くなっていくらしいんですよ。ハサミのね、刃のカーブ具合だったりとか、そのひねりとかですね、それがあることによってなんかうまくね尖れていくらしいです。もしね持ってる方がいればぜひねコメント欄で教えてください。はい、では包丁続けて、こちら縁起、刃物は不運を断ち切り運を切り開くとされ、昔から出発を祝うイベントにはナイフやハサミが清めの道具として使用されています。伝統的技術を用いて作られる種バサミは、愛板を刻んだ一対の刃がしっかりと描締めされて、一本のハサミとなり未来を切り開くという意味になぞられて、お祝いの引き出物として広く愛用されています。はい、ということで、その刃物自体がね切るって意味があるので、縁を切るとかなんかそういったね、なんか悪いネガティブな意味で捉える方多いんですけど、刃物っていうのは未来を切り開く、悪を断ち切るとか縁起のいいものなんですよ。実際にそういったイベントでは行われているように。なのでそのね包丁っていうのをね、誰かプレゼントにも送りまくってください。でね、今のことを説明するとね、おーってなると思うので、ぜひねはい言ってください。では次、気になる包丁のスペックを紹介します。三徳包丁6寸白1桜の絵両刃黒打ち仕上げ割り込みということで、順番に説明していくと、三徳包丁とは肉、魚、野菜、何でもね万能に切れますよっていう、一般的にもすごく使用されている包丁です。一般家庭だとほとんどの方がこの三徳包丁だと思います。ただこの形状なんですけど、よくある三徳包丁とは若干その細いです。三徳包丁といったらちょっとボテッとしたような形が一般的なんですが、この種包丁の三徳に関しては、牛刀のようなねちょっと細身の三徳包丁でした。で6寸っていうのは1寸3センチなので18センチの三徳包丁です。で白1というのは材質ですね。鋼の材質です。正確には白紙1号という材質名で、白紙というのは鋼の中に SK 黄色白青っていうねランク、なんか不純物の量だったり炭素量の違いだったりとかでそれが決まってくるんですが、白紙っていうのはその中でも一番純度の高いものです。ちなみに青紙っていうのはその純度の高い白紙にいろいろ添加されてより硬くしたりとか、そういうことをしてます。で1号っていうのは白紙の中でも123号っていうのがあって、それは炭素量の違いによって決められて、白紙の中でも炭素量が一番多いものが1号です。でこの炭素っていうのは特に硬さに要因するものなので、その白紙の中だと1号が一番硬くなります。なので切れ味が落ちにくかったりとか、そういった利点があります。では次、桜は柄の木材の材質ですね。それが桜の木が使われてますよってことです。すごく日本っぽくていいですよね。で次、両刃黒打ち仕上げ。世の中の包丁っていうのは片刃と両刃っていうのがあります。片刃っていうのは刺身包丁とか出刃包丁とかで、両刃っていうのは三徳とかペティナイフとか牛刀とか、一般的にはそのように分けられてます。もちろん中にはねメーカーによってはその片刃三徳とか片刃牛刀とかっていうのも存在するんですけど、基本的に一般的には三徳といったら両刃です。なので右利きの人も左利きの人もどっちもね同じように扱うことができます。で黒打ち仕上げっていうのはこの見た目の通りこれ黒いじゃないですか。要はここのね背中の部分は磨かれてないんですよ。でこの刃の方だけ磨いてある、このような状態の包丁のことを黒打ちと言います。で割り込みっていうのはその芯材に切れる材質の鋼があって、でその側っていうのは軟鉄っていう柔らかいもので挟んでるやつです。そうすることによってコストを抑えられたりとか研ぎやすかったりとか、そういったメリットがあります。で金額については調べてみると分かるんですけど、大体ね1万円しないものが多いです。もちろん包丁の長さとか種類によって1万円超えるものはあるんですが、三徳とかペティだったらね1万円し
しないものがほとんどです。では次、この刻印気になりますよね。本種と書いてあるんですけど、この本種が書いてある理由っていうのは、昔大阪の商人が種バサミのコピー商品を作って売り始めたから、その本家の種子島のハサミ業者と揉め事になったらしくて、それで種子島で売ったものには本種という刻印を売ったそうです。だからね、これが本物の種子島の種包丁ですよってことをね、ちゃんと証拠としてありますね、ここに。はい、では次、厚みとか形状について言います。こちら峰の刃元側から 3.6、真ん中 2.7、切っ先が 2.1で、しのぎ部分ですね、刃元側が 2.2 で、切っ先側が 1.7。この厚みっていうのは特にね、他の包丁と比べてもなんか極端に厚すぎるとか薄すぎるっていうのはないです。で、重さ 147.9g。こちらもね、一般的な三徳包丁とさほど変わらないですね。重さに関してはこういったね、その木絵の方が基本的に軽くなるんですよ。例えばですね、こういったのですね、これは包丁の種類違いますけど、こういったよく見るタイプの包丁の絵あるじゃないですか。これってかなり重いんですね。比べると全然違うんですよ。なので重さ自体はこの木絵の方が軽くなるんですが、落とし穴があって重心が変わるんですね。なので軽いのを求めてる方でも、いざじゃあこのね包丁を持ってみると重心が前の方にあるからなんか切りづらいなと思う方多いんですよ。包丁の使いやすさって重い軽いよりも重心がどこにあるかの使いやすさの方が大事だったりします。なのでこれっていうのはね、ぜひお店で持ち比べたりとかして比較してみてください。では次、刃の断面の形状ですね。この刃の断面の種類っていうのはぜひね、この以前の動画を見ていただきたいんですが、こちらの刃の形状というのはセーバーグラインドです。このセーバーグラインドというのは平という面と切り刃という面がはっきりしているタイプで、このタイプは切れ味の耐久性と切れ味っていうのがすごいいいバランスで研ぎやすかったりとか、そういったねメリットがあります。では次、二段刃の状態。二段刃というのはその最終刃付けの角度の状態のことで、その部分のことを小刃とも言ったりします。その部分の厚みが約 1mm ですね。この小刃について次回の動画でものすごく詳しく解説するので、今回は詳しく解説しませんが、基本的にはこの小刃が厚ければ厚いほどかけにくい刃になります。その代わり食材にスッて入らないような刃になってしまいます。では次、切れ味について。この切れ味がねびっくりしたんですよ。まずはちょっと新聞で試してみようと思って、音とかをね参考に聞いてほしいんですけど、新品の状態からこれはものすごいびっくりしました。めっちゃ切れるんですよ。包丁、刃物って結構その新品イコール最も切れる切れ味って思ってる方多いと思うんですけど、そんなことなくて、ものによっては刃をつけてない包丁とか、刃をあえて落としてる包丁とかで、刃をつけてても番手の粗いもので仕上げてる包丁とか、そういったものがその包丁のその新品としてあるんですよ。で、僕の経験からしても、もう鋭くピンピンにね尖れた包丁をその出荷してるところってなかなかないんですね。なんですけど、ここの切れ味っていうのはびっくりしちゃいましたね。こんなに切れるんだと思って。トマトもこのようにね、もうツヤッツヤなんですよ。ツヤッツヤ。このトマト食べたんですけど、めっちゃうまかったですね。よく言われるのが、包丁が切れたからって別に料理の味には影響しないでしょって言われるんですけど、めちゃめちゃ影響します。本当に違います。野菜ってこんなにうまかったんだって思わされます。これ本当なんですよ。大げさなんじゃないのって思うかもしれないんですけど、絶対に分からせる自信があります。僕、人に研ぎを教える一番最初に、なぜ包丁を研ぐのかってことを分かってほしいので、まずね、切れ味のいい包丁で切った野菜を食べさせるんですよ。で、誰もが美味しいって言うんですよ。全然違うから。だからこんなに美味しく切れるんだったらこれから包丁を研ごうっていう意識になるので、この切れ味のいい包丁で野菜を切る、これを僕はね一人でも多くの方に伝えていきたいと思って、こういったね活動をしております。で、次、玉ねぎみじん切りにしました。これは鋼、錆びやすい材質の鋼がそういった玉ねぎだったりとか柑橘系だったりとか、アクの強い食材に触れると変色します。で、この変色っていうのは体には特に害はないです。なんですけど、香り、味に影響してくるので、もしその鉄の香りが苦手だったりとか、そもそもこの変色がすごい抵抗ある人だったらステンレスの包丁をおすすめします。食材によってはこの鉄分の影響で美味しくなったりまずくなったり、要はその味が濃く感じたりとかですね、そういった影響があるんですよ。だからマニアックな話にはなってしまうんですけど、食材ごとに包丁の材質とか使い分けたらすごく面白くなります。ぜひね、いろいろ食べ比べてみてください。で、次、魚を切りました。こちらサワラですね。魚とかはね、その刺身包丁、長い包丁でね切った方が断面とかやっぱり綺麗になりやすいんですが、やっぱり切れ味のいい三徳包丁でもこれだけね鋭く切れるんですよ。もうこの皮目のこの角ピンピンですよね。
もうほんと切っててもうめっちゃ気持ちいいんですよ。見てても気持ちいいですよね。で先ほど鋼が及ぼすその味の影響をお話ししたんですけど、特に魚、魚介類とかあと肉とかそういった血の気のあるものっていうのは、特に鋼で切るのかステンレスで切るのかっていうのはかなり違いが分かります。これがねまた面白いんですよ。もう本当に香りがゼロになったりとか、ステンレスで切ると。でその逆もあるんですよ。ステンレスの方が美味しく切れるものもあったりするんですよ。すごい不思議ですよね。これで味をコントロールしてお客様に提供できるっていうことができます。このね面白さをねぜひ皆さんとね共有したいなって思いますね。この玉ねぎは飴色玉ねぎにして、でカレーとかしました。もうむっちゃうまかったです。もうむっちゃはい、ということで今回の動画は一応このような感じで以上なんですが、一応この次の動画ですね、この種包丁の研ぎを行います。その研ぎの内容っていうのはその5つの刃付けについてお伝えします。刃付けってねその無限にレパートリーがあるんですよ。人によって作業内容によって全然変わってくるんですね。なので刃付けってもうこれしかないよねってもうそうやって決めず、こういう切り物をするときはこの刃付けがいいよねっていういろいろね知識を皆さんに得てほしいんですよ。こういった刃付けがあるんだなって思ってるだけでもやっぱりそのいざ自分で研いだ時にその研ぎっていうのをすることができるので、ぜひね次回の動画すごい濃い内容になってますので楽しみにお待ちください。はい、ということで今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。